まれ。俺たちはバハムートという巨大なコンピューターが作った世界に住んでいたんだ。何も知らんくせに。バイクみたいにもいかねえな。でも意地なら負けねえぜ。さて、OVA について勝手に語ろうというこのシリーズ2回目のお題は、本当に2回目やるんだ。あれっきり誰にも無視されて終わりかと思ったのに。再生数伸びてるのにゃ。見てくれてる人がいるのにゃ。その期待に応えるべく頑張るのにゃ。試しにちらっと開いただけの人がほとんどかもしれないよ。最後まで見ている人なんて一人もいなかったりして。そうかも。黒猫教授の OVA 評価なんて、誰も読みたくないかもしれにゃいのにゃ。本気にしないでね。僕は割とネガティブ思考を口に出しちゃう人なんだよ。とりあえず言ってるだけで本気なわけじゃないから。じゃああなたと見ている男性を引きつけるためサービスしちゃおうかな。現在の僕の服装はというと、イエローの下着姿の上にグレーのパーカーだけ羽織ってるんだ。どう元気になってこない？それ、本当にサービスになってるかにゃ。じゃ黒猫教授は猫ちゃんなのにゃ。真っ黒で尻尾の長いプリチーな猫ちゃんなのにゃ。これで女性ファンゲットなのにゃ。本体はいい年こいたおじさんなのに、にゃ、とか言って恥ずかしくないのかな、と厚かましい精神構造してるよね。何か言ったかにゃ。いいえ、全然。それでは第2回のタイトル発表。冒頭で分かった人も多いと思うのにゃ。80年代 OVA の代表ともいえる有名作品なのにゃ。メガゾーン23。何メガゾーン2-3と読むにゃ。メガゾーン2-3。シリーズパート1は1985年制作。劇場公開。パート2は1986年制作。OVA 発売に先駆けて劇場公開された。じゃあ映画なんじゃない。そこは微妙なとこでにゃ。この頃の OVA は OVA として作られたのに劇場で流したものも結構多いのにゃ。逆に映画のつもりで制作始めたのに OVA として売られたにゃんって場合もあるのにゃ。OVA と映画の境がはっきりしていないんだね。もっとも現在も一緒か。Amazon プライムや Netflix だけで流す作品を映画と呼んだり、限定配信動画って呼んだりするものね。こいつどっから持ってきたんだ？社の実験走行室から2日前、俺がテストライダーに選ばれた。お前ならわかるだろう。無駄なことはやめろ。怪我をするぞ。しまった。何まで信じ。舞台は80年代の東京にゃ。やはり翔吾くんはバイクを手に入れるのにゃ。そのバハムートをめぐって怪しい男たちに襲われる。そいで、バイクが人型になっちゃったりして、バトル、よくあるパターンな気もするけど、さすがに絵は可愛いね。ヒロインはゆいちゃん、美少女。可愛い可愛い。明治通りは渋滞だ。タクシーより歩いた方が早いよ。キディランドの前のビルだろ。乗れよ。俺なら1分だ。さあ急いでんだろ。強引ね。ダンサー目指してバイトしているって設定も良いじゃない。キャラクターデザインは平野俊弘さん。この頃人気のアニメーターさんなのにゃ。平野俊弘。現在の名称は平野俊樹。忍者戦士飛び影のキャラクターデザインで人気を博し、戦え。戦わん。覇者大聖弾劾王。冥王計画ゼオライマー。では企画。監督をして多数のファンをつかむ。近年では監督業に専念していて、ハンマバキなどの監督を務める。ハンマバキなら僕も見ているよ。といいこすぎる原作漫画をうまいことアニメ化してるんじゃないかな。現在は監督として名を挙げているのにゃが、この作品には絵描きとしての参加や、そして翔吾くんはマスコミに情報を流そうとして、人気アイドル、時祭りーブの番組を利用するのにゃ。あなたの町のビジョンホーンでじゃんじゃん電話してくださいね。早速かかってきたわ。もしもし。いけね。バハムート6。ババムーチョさん？違うよ。バハムート6だよ。あの子よ。しょうごちゃんでしょ。上がってたみたいね。ところが、バハムートの名を出した途端、
放送が中断される。そこで友人の村下智美と共に自主映画を作ろうとするのにゃが、警察に追われる。逃げ込んだ先は見知らぬ廃墟の町だったのにゃ。あれはコンピューターの名前だったのか。あのバイクがバハムートの端末になっているのを知ったとしても、暴走族の連中には理解できんでしょう。すっごい巨大コンピューターバハムート。君はここから戻れ。これ舞台が東京じゃなかったの。東京のそばにこんなでかい廃墟があるわけないじゃない。そうなのにゃ。そこがこの作品の肝。主人公たちは自分が80年代の東京にいると思い込まされていたのにゃ。実はここは巨大都市宇宙船の中、巨大コンピューター、バハムートによってコントロールされ、ガーランドはそのバハムートの端末だったのにゃ。さらに時松リーブは実在の人物ではなかった。バハムートの作り出した映像だったのにゃ。こいつは。まったく大したコンピューターだよ。曲も歌詞も同時に考え出してるんだぜ。それで振り付けを間違えてやり直しか。この新曲もきっと流行るぜこりゃ。お、仮想現実。SF だね。バーチャルリアリティなのにゃ。今だったら全部コンピューターの作り出した映像って設定ににゃると思うけど、ただこの頃は VR なんて言葉はなかったのにゃ。だから宇宙船の中に作られた架空の街になったのだにゃ。マトリックスだね。仮想世界の物語。そうなのにゃ。1999年にマトリックスが公開された時には、この年代の人々はメガゾーンだ、メガゾーンと騒いだものなのにゃ。ああ、いるよね。ハリウッド製の SF 映画の元ネタは日本のアニメだって言いたい人たち。間違っているとは言い切れにゃいが、そんにゃこと言ったら80年代の日本のアニメだって海外の SF 小説や映画に相当インスパイアされているのにゃ。相互に影響し合って、エンターテインメントは進化してるってことで良いんじゃないの。もう。外部の侵入に対する我が軍の前線基地だ。何？確実に接近しつつある巨大な人工物体をレーダーがキャッチしている。これで分かった。偽りの平和はここまでだ。そいで、敵役のが姿を現す、クイー文人なのにゃ、塩沢兼人様なのにゃ。塩沢兼人さん、名前は聞いたことあるけど、よく知らないや。有名な声優さんだったの。バカバカなのにゃ。ひどいな。調べてみたら2000年にはお亡くなりになっているんじゃない。生まれる前の話だもの。それはみんな知らないよ。もうそんな昔になってしまうのか。優しい主役から3枚目。クレヨンしんちゃん。ノブリブリザエモンまでこなすの天才なのにゃ。個人的には、究極超人R、の R くんの声が最高なのにゃ。何をやっているんだ。これは間抜けでした。ヴァンパイアハンター D の声も渋くてたまらんにゃ。お前が泣くのは勝手だ。好きにすればいい。しかし姉さんだけは泣かすな。君が泣くことで姉さんが泣きそうだと思ったら我慢しろ。辛いことがあっても笑って姉さんを励ますんだ。お前は男だ。軽井沢シンドロームの相沢公平も他の人にはできないと思うのにゃ。ちょいカウンターの可愛い原住民。原住民？ちゃん？もうちょっとマシな声のかけ方知らんのか？土着民とか先住人類とか独立エンジンとか。僕すみおちゃんのお友達の公平ちゃん、よろしく。あ、そう。じゃ、セクシーなお嬢さん、松沼家までご案内を。さ遠慮しないで。すみおくん、お勘定よろしくね。その話、あとどのくらい続くの？メガゾーン2-3の話に戻った方が良くない？そうだったのにゃ。そいで、実は宇宙船には外部からの敵が迫っていたにゃ。それを知った軍部はバハムートへのクーデターを起こすつもりだ。と将吾くんは知らされるのにゃ。途方もない現実に、将吾くんはショックを受けるんにゃが、ユイとの愛に希望を見出すのにゃ。エッチシーンだ。そうなのにゃ。このエッチシーンがメガゾーン2-3を有名にした部分はちょびっとあるのにゃ。劇場ではあったはずなのに、レンタルビデオだと削除されていて、あれ、俺が見たあのエロいシーンは幻。
と話題になったりもしたのにゃ。現在の DVD やブルーレイには普通に収録されているので安心にゃ。俺たちはバハムートという巨大なコンピューターが作った世界に住んでいたんだ。それじゃ地方とか外国というのはそんなものはないんだよ。まさか。でも実際にアメリカやヨーロッパへ行ったお友達もいるわ。前だって現に行ったという連中はバハムートの力で催眠暗示をかけられ帰ってきてるんだ。そんな。空港へ入った途端見送り客にも全て催眠暗示が。今思えばこの街の外の世界を知らせないためだったんだ。それじゃ本人だけが言ったつもりになってるだけ。そうだ、裏側がハリボテの世界なのさ。なんか、こう、最近のシーンやアニメにはもっとエロい描写の場面もあるんだけどさ、この時代のエッチなアニメは、これはこれでフェティッシュでいいね。そうなのにゃ。しかもちゃんと上手いアニメーターさんがこだわって描いているからにゃ。エロくも可愛くもあるのにゃ。メカバトルもそうなんだよね。現在のアニメだとほとんど CG で、それはそれでリアルな映像なんだけど、手書きのアニメは CG に情報量ではかなわないんだけど、別の魅力があるよね。そうなのにゃ。お前、良いやつなのにゃ。ネガゾーン2-3は板野一郎さんや庵野秀明さんも担当してるのにゃ。前へ出たか。早く出てこい。この一連のシーンは庵野さんだと言われている箇所なのにゃ。庵野秀明。はて聞いたことあるような。ああ、エヴァの監督で、シン・ゴジラとか作った人じゃないの。そうにゃ。もっと早く着付けよにゃ。この頃はメカ作画で注目されだした時期なのにゃ。今の若者はどんな気持ちで兵隊になろうとするのか早速聞いてみましょう。特別国家公務員なんて肩書きかっこいいし、制服に M16 なんてビシバシに決まるしさ。でも本当はさ、お国のためでありますなんちゃっておい、頑張ってください。後ろにチョンボンもいたぜ。ではこちらのしばらく顔出さねえと思ったら、何考えてんだあのバカ。それで物語は、巨大コンピューター、バハムートが軍部に乗っ取られて、世界はどんどん戦いに染まっていく。徐々にみんなが情報コントロールされて、戦争を受け入れていく、リアルで嫌な展開なのにゃ。その調子。皆さん、自由と平和を侵略者から守り抜くために立ち上がりましょう。イブだわ。時祭リーブが軍の広告塔に使われる。さらには世界の秘密を知ってしまった一人、ともみちゃんまでもが。構成も割とうまくいってるじゃん。結構みんなをびっくりさせてやるぞ。あ、マイなんなの？ああ、撃たれちゃった。ダメじゃない。美少女を簡単に殺しちゃ、世界の損失だよ。それで我慢できなくなった正吾は、ガーランドを使って単身戦いを挑むのにゃ。お、ともみちゃんの敵討ちだね。さすが主人公。これでクライマックスバトルってわけか。今がどういう時期か何も知らんくせに。くそ、バイクみたいにもいかねえな。でも意地なら負けねえぜ。息になりやがって。やろう。奥狙え。あれ、主人公、負けちゃってるよ。どうすんのさ。時間的にもう尺がないよ。そのままエンディングなんだ。主人公が負けてボロボロにされた挙句終わるんだ。後味悪った。そういうんやよ。確かに主人公は負けるんだけど、ここで流れるエンディング曲が良いからさ、
そんなに嫌な気分になることなく見終われると思うのにゃ。そうかな。まあ確かにいい曲かも。寂しくて眠れない。歌っているのは竹内由香さん。作曲編曲はアニメの音楽担当でもある詐欺師四郎さんなのにゃ。竹内由香さんという方はこの歌1曲しか歌っていなくて、表記もカタカナでどういう人なんだろうと言われていたのにゃが、最近になってから戦隊もので挿入歌を歌っていた石渡真紀さんだと判明したのにゃ。歌といえば途中で流れた曲が良かったよ。ヒルが歌っていた曲。ボーカル曲いくつかあるのにゃが、多分これだにゃ。そうそうこれ。こっちが主題歌って呼ばれてる背中越しにセンチメンタルにゃ。作曲が芹沢宏明さんで編曲は詐欺師四郎さん。寂しくて眠れないは作編曲が詐欺師四郎さんなのにゃ。おお、エヴァンゲリオンの音楽の人だね。以前からアニメの主題歌の編曲はされていたのにゃ。メガゾーンでは BGM も担当されていて、この頃からアニメ音楽の仕事も多くなっていくのにゃ。当時のアニメ音楽の中で一人ずば抜けておしゃれで都会的な音楽だったと思うのにゃ。音楽が良いのは分かったし、見応えはある作品だと思うけど、やっぱ最後は寂しすぎない？心配するななのにゃ。パート2があるのにゃ。ああ、そっか。パート2、パート3とあるんだって。3は主人公も違って年代も違うのにゃが、パート2に関しては一応同じ矢作省吾くんの話なのにゃ。一応って何？見てくれればわかるのにゃが、これがパート2の主役にゃ。行くぜ。誰？劇画調というかリアルタッチでやたらかっこいい男の人がいるよった。そしてこれがパート2のヒロインにゃ。バイクって結構面白いのね。ねえ翔吾、どうしたの？ポカンとして。レモダレ、バッサリショートヘアの似合うおしゃれな子がいるよった。これがパート2の主役、矢作省吾くんと高中結衣ちゃんなのにゃ。うっそ、二人とも何かあったの？面影もないじゃない。キャラクターデザインが一新されてにゃ。平野俊弘さんから梅津康臣さんになったのにゃ。で、見てる人は違和感感じなかったの？そのあたりは次回で話すのにゃ。とりあえず今回の採点に行くのにゃ。はいはい。では映像、絵柄、企画、設定、展開、BGM、主題歌、声優、演出、オリジナリティの10項目で採点しての100点満点制です。宮里久美さんの背中越しにセンチメンタル、竹内由香さんの寂しくて眠れない、詐欺師四郎さんの音楽に15000点にゃ、板野一郎さんたちによるメカ作画に2万点にゃ、平野俊弘さんたちによる女の子作画に3万点にゃ、懐かしい80年代当時の六本木、渋谷風景にも1万点にゃ。また、100点満点って言ってるのにな。懐かしい。そうなのにゃ。これのために久々に全編見直したんにゃが、当時の東京の風景が出ていてにゃ。六本木の光景、懐かしいのにゃ。それはだいぶ個人的な感想だね。でも似たような年代の人なら多分みんな感じるはずなのにゃ。アニメの中で意味深に言われる。今が一番良い時だ。ってのもしみるものがあるにゃ。まあ、80年代が一番良かったとは思わないけどにゃ。ああ、その気分とエンディング曲がうまく呼応するんだ。それでお年寄りだと高評価する作品になってると。お年寄り言うにゃ。前にヒーロー映画のキャプテン・マーベルを見た時にもさ、80年、90年代のアメリカの文化や街並みが懐かしく魅力的、みたいな話で、だけどさっぱりわかんなかった。普通に映画自体は楽しめたんだけどね。それと同じような話だね。じゃあ、そんなあたりも加味して僕の採点。映像は見応えあると思うよ。9点。絵柄は今見ても可愛い。10点。企画が8点。設定ね。当時はすごかったんだろうけど、現在では親身にかける7点。むしろじわじわ生活に迫ってくる展開が面白い10点。BGM も良い8点。主題歌は10点。声優は6点かな。演出も7点。オリジナリティ8点かな。83点。すごい80点超え。ちょっと目の前の人の話聞きすぎて甘くしちゃったかな。良いのにゃ。良いのにゃ。正しいのにゃ。それでは次回も、メガゾーン2 3パート2にするのにゃ。言っておくけど、さっきの採点は、パート1の後味の悪さが、パート2で解消されると思ってのことだからね。そこんどこ解決されなかったらあんとものも評点下げるよ。まあ、
そこは大丈夫だと思うのにゃ。では次回お楽しみになのにゃ。また見てね。